トヴァンガード G。 紡いだ絆を力に。可能性はこの手に。輝け俺たちの未来。ブースターパック同人攻撃好評発売中。ブシロード。チャオ、ジェシー上坂だよ。カードファイトヴァンガード G ブースターパック第4弾東人攻撃が発売しました。この弾にはですね、主人公チームトライ3の切り札とライバルたちの切り札が収録されています。今回はですね、主人公チームトライ3の切り札を紹介します。まずはギアクロニクルから行ってみましょう。ではギアクロニクルの紹介です。じゃあまずは盤面こんな感じからスタートしますよ。じゃあストライドするところからグレード3ストライドをします。そして登場するのが今回の東人攻撃の新カードクロノドラゴンネクステージにストライドします。そして、クロノジェットドラゴンの、ストライド時のスキル使ってもいいんですけども、もう今回はいいです。使ってもいいんですけど気にしません。で、早速アタックに入っていきます。まずクロノドラゴンネクステージでアタックします。これ26000トリプルドライブです。1、2、3。お、クリティカルが出た。クリティカルはまあ、このネクステージにやって、5000はリアガードにしましょう。これブーストなしで殴ってます。そして、ヴァンガードへのアタック終了時、カウンターブラスト1、そして G ゾーンの同じカードを1枚表にし、手札を3枚ドロップゾーンに送ると、なんとですね、このネクステージが表の状態で G ゾーンに行って、このハーツ状態のクロノジェットドラゴンがスタンドします。この時はもうね、クリティカルトリガーはネクステージについてたやつは切れるんですけども、で、まだアタックができると。で、手札3枚のコストなんですけども、トリプルドライブで絶対3枚確保できるんで、確実にこの動きができます。で、このクロノジェットドラゴンなんですけども、GB2 で、ヴァンガードにアタックした時、なんとですね、5000プラスされるんで、もう早速アタックしていきましょう。11000ブーストの、11000で、こちらが5000上がります。これで27000。しかもですね、相手グレード1以上のカードを手札からコールできないので、ガードで。完全ガードが効かないんですよ。ここでツインドライブが入りますー。とどめさせますよね。ネクステージからの V スタンドからの完全ガードが効かないアタック、つえー！ぜひ皆さんもネクステージ使ってみてください。では、ロイヤルパラディンの紹介です。じゃあまあ、盤面はリアガードなし、そして手札は3枚からスタートしますよ。ここからかなり展開していきますんで見ていてください。まずは超越するところからいきましょう。超越します。そして今回なるのが、こちら、東人攻撃の新しいカード、飛天の聖騎士アルトマイル。こちらにストライドします。そして下のハーツのアルトマイルのスキルでカウンターブラスト1、手札から2枚まで選び、リアにコールすることができます。じゃあ今回コールするのはゼニベールとテックガルにしましょうか。こちらも新しい東人攻撃のカードです。グレード2なのに後ろに出します。で、出したユニットのパワーがプラス5000ずつされます。今、これでもう手札0枚です。で、まあ、ここから出た時のスキルを解決していきますね。まずゼニベールからいきますよ。カウンターブラスト1、ソウルブラスト1で、山札からグレード2、このカード以外のグレード2をリアガードにコールします。じゃあ今回はソードミーにします。ソードミー、まあいろいろある中でソードミーにしますね。で、こちらソードミーも登場した時にジュエルナイトのカウンターブラストを1つ払うと、山札からグレード1以下のジュエルナイトを1体コールすることができますと。そしてストライドしたアルトマイルのスキル発動。登場した時に G ゾーンの同じカードを1枚表にすると、前列を全員プラス3000するスキルをこいつにつけます。なんで今全員プラス3000されている状態です。そして G ゾーンの表のカードが2枚あるとですね、山札からグレード2のカードを1枚リアにコールすることができます。今回もまたテックガルにしましょうか。テックガルをコール。そしてこの出したユニットがさらにプラス5000されると。手札3枚でこれだけ展開ができました。じゃあもう早速アタックしてみましょう。ではここ26000で3000入ってんで29000で出したグレード2なんですけども、これなんとですね、前列のユニットがアタックした時、このユニットをレストしてソウルブラスト1払うと、このテックガルのパワー分、前列にパワーを与えることができるので、実質疑似ブーストみたいな役割ができます。なんで最終合計値が42000。つえー、これでトリプルドライブができます。まあ、トリプルドライブバーッと、うわ、鳥が出た。鳥がめくれたらさらに
こう追加していってもいいですし、こっちのリアガードもなんとですね、同じようにテクガル、パワーを与えることができるので、合計値が3万。これも強えな。リアガードで3万出すこともできますんで、ぜひ皆さんもアルトマイル使ってみてください。では、ネオネクタールの紹介です。また盤面はこんな感じからスタートしていきます。こちら、診断のカード、アッポー3姉妹がすでにリアガードにいる状態です。じゃあまずストライドからいきますね。ストライドグレード3。こちらを切って、こちらも東進攻撃の新しいカード、夢を紡ぐラナンキュラスアーシャにストライド。超越した時に下のアーシャのスキルで自分のリアガードを1体指定します。これと同じカード名のカードをリアガードにコールします。そしてこれでコールしたカードはなんとプラス2000。そしてさらに、どうせなら展開しとこうかな。手札にあったこちらグレード3を出しておきますね。そして、上のアーシャのスキルを発動します。起動効果で G ゾーンの同じカードを1枚表にします。そうすると、まず前列のユニットパワープラス5000することができます。5000。そして G ゾーンの表のカードが2枚以上ある場合、自分のリアガードを1枚ですね、3姉妹指定します。すると山札からまたアッポー3姉妹同じカードが1枚コールできて、このユニットのパワーをプラス2000することができます。そしてこのアッポー3姉妹、なんとですね、これブーストした時ですね、他のアッポー3姉妹1枚につき、ブーストされたユニットのパワーをプラス2000することができるんで、今2枚あるので、合計4000プラスすることができるんで、なんと疑似的に1万ブーストになることができるんで、それがなんと、あと2回、しかも2000上がってるんで、1万2000でブーストできるということで、東進攻撃に収録されているこの新カード2枚、アーシャとアッポー3姉妹、ぜひ皆さん、ヴァンガードファイトしてみてください。以上が主人公チームトライ3の切り札の紹介でした。次回はですね、ライバルたちの切り札を紹介します。ぜひ次も見てください。みんなヴァンガード楽しんでね。